昔の人が不吉の使者として恐れた長い尾を引くあの光。その正体は一体何で、どこから来て、どこへ去るのか。宇宙の不思議研究所。今日は彗星を順番に見ていきます。夜空にすっと長い尾を引くほうき星、彗星です。昔から人々の目をひときわ引きつけてきました。その突然の現れ方から、かつては災いを告げる使者とも恐れられました。でも、その正体は全く違うものでした。彗星の正体は、氷と塵が混ざり合ってできた小さな塊です。よく汚れた雪玉に例えられます。その本体は驚くほど小さく、大きいものでも差し渡し、ほんの数キロほどしかありません。町一つ分の氷の塊です。太陽から遠く離れている間、彗星は凍りついたまま静かに眠っています。尾もなく、ただの暗い塊です。ところが、太陽に近づくと、彗星は目を覚まします。表面の氷が日差しで温められ、一気に気体へと変わり始めるのです。溶けた氷は水にはならず、そのまま気体になって、塵を巻き込みながら勢いよく吹き出していきます。吹き出したガスと塵は、本体をふんわりと包み、コマと呼ばれる大きなガスの膜を作ります。さらに、太陽の光と太陽から吹く風に押されて、コマのガスと塵は長く引き伸ばされ、尾になります。この尾は、時に1億キロメートルを超えて伸びます。本体はわずか数キロなのに、尾は途方もない長さになるのです。不思議なのは尾の向きです。尾は彗星の進む向きの後ろにたなびくとは限りません。尾はいつも太陽と反対の側へ伸びます。ですから、太陽から遠ざかる時には、彗星は尾を前にして進んでいくのです。尾はよく見ると2本あります。ガスでできた青くまっすぐな尾と、塵でできた白く緩やかに曲がる尾です。青くまっすぐ伸びるのはガスの尾です。太陽から吹く風に乗ってまっすぐ遠くへ押し流されていきます。白く緩やかに曲がるのは塵の尾です。細かな砂粒が彗星の通り道に沿ってふわりと残されていきます。彗星は太陽に近づくたびに少しずつ氷を失っていきます。何度も繰り返すうちにだんだんと痩せ細っていくのです。では、この氷の塊は一体どこからやってくるのでしょうか。ふるさとは大きく分けて2つあります。一つは海王星よりも外に広がる氷の天体の帯です。カイパーベルトと呼ばれています。ここからやってくる彗星は比べて短い周期で太陽の周りを繰り返し巡ります。もう一つのふるさとは想像を絶するほど遠くにあります。太陽系をすっぽりと包む巨大な氷の殻です。これはオールトの雲と呼ばれています。その広がりは太陽からおよそ1光年近くにも及ぶと考えられています。そこまで来ると太陽は他の星と見分けもつかない小さな光の点に過ぎません。ほとんど真っ暗な世界です。その氷の天体が何かの弾みでそっと押されると長い時間をかけて太陽の方へと落ち始めます。こうしてやってくる彗星は一度巡るのに数千年、時にはそれ以上もかかります。人の一生では二度と会えません。短い周期の彗星で最も有名なのがハレー彗星です。およそ76年ごとに地球のそばへ戻ってきます。前回地球に近づいたのは1986年。次に姿を見せるのは2061年頃と予想されています。彗星は遠くから眺めるだけの相手ではなくなりました。2014年、1機の探査機が彗星に
そっと降り立ったのです。その時見えた彗星は、2つの丸い塊がくっついたような不思議な形をしていました。そして、その表面は氷とは思えないほど真っ黒でした。すすのような塵が薄く覆っていたのです。白く光る氷は表面ではなく、そのすぐ下に隠れていました。日が当たると下の氷が気体になり、地面を破って吹き出します。彗星の氷には太陽系ができた頃の古い物質がそのまま閉じ込められています。いわば太陽系の化石です。その氷に含まれる水が大昔の地球に海の水をもたらしたのではないかと考える研究もあります。彗星が通り道に残していった塵の中を地球が横切ると、その粒が空気と擦れ、流れ星となって光ります。だから、毎年同じ時期になると、決まった方向からたくさんの流れ星が現れる。流星群が見られるのです。太陽に近づきすぎた彗星が、その熱と力に耐えきれず、いくつものかけらに割れてしまうこともあります。これほど調べられても、彗星にはわからないことがたくさん残されています。氷の下の詳しい様子もその一つです。彗星は太陽系の端からはるばるやってくる小さな旅人です。長い眠りから覚めてほんの一時輝きます。中にはたった一度だけ太陽を巡り、二度と戻らず宇宙の彼方へ去っていく彗星もあります。もし夜空に長い尾を引く星を見つけたら、それは太陽系の始まりの記憶を積んで旅する氷の塊です。そしてその旅人と次にいつ会えるのかは誰にもわかりません。彗星はまた静かな闇へと帰っていきます。遠い闇からほんの一時だけ訪れてまた帰っていく。彗星は太陽系の始まりを今に伝える旅人です。今日の話が面白かったら高評価とチャンネル登録で応援してください。次回も宇宙の不思議をお届けします。またお会いしましょう。